まあよくね、皆さんコロソお世話になってる方もいるかもしんないんですけども、僕はね、やっぱり正直コロソさんのレベルってね、めっちゃくちゃレベルが高いと思ってるのね。だから僕のやってあげたいことっていうのは、絵を見る目を養ってもらいたい。だから今のその顔の描き方っていうのはまさにそうだね。みんな、そういう基礎のところからつまずいちゃってるから、ああいうベテランの人たちの講座とかを見ても、さっぱりわからねえと思うのよ。だって、箱すら描けないでしょ、みんな。だからそういう人をコロソで勉強しても無駄にならない範囲にね、連れていけたらいいなと思っております。まあ、そういう人たちをね、まあとにかく、こんなの目指していきたいなっていうのを、コロソさんのね、たくさんのね、あるんで、この作家さん見たらいいんじゃないみたいな感じでね。まあそういう風に紹介できていったらいいなと思っております。というわけで、ちょっともう一つやねんけど、コロソさんがスポンサーになってくれて感じたことをちょっと言いたいことがあんねんけど、やっぱね、今、本当にイラストレーターっていうのに、すごく企業さんも注目してくれてて、むしろこのムーブが続いていって、いろんな企業さんがね、もしかしたらイラストレーターをね、スポンサーになりますよみたいなね、そういうムーブが作れたらね、いいなとは思っております。いや、ほんとね、コロスさんには感謝でございます。ありがとうございます。夢がほんと広がったなーっていう感じですよ。いや、ほんとね、ありがとうございます。まあね、もしこれでコロスさんのね、収益とかもね、アップしたら、またずーっとね、コロスさんのスポンサーになってくれるので、皆さんよろしくお願いいたします。まあ、うちね、頑張って切り抜き動画上げてますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、忘れておりました。クーポンいただいておりますので、今からちょっと概要欄の方にね、貼らせていただきます。もし何か講座で見たいものがあったりすると、このクーポンを使って購入してみてるのもいいんじゃないでしょうか。で、いつもの配信画面がね、コロスさんのね、CM が常に流れておりますが、こういう感じになると思います。よろしくお願いいたします。このテレビにまさかの使い道が。こんにちは。今回の講座では単純に綺麗な色を見てみるだけでなく、色を積極的に選択して使うために知っておくべきことを基礎的な革新理論に基づいて説明します。色はどのように勉強するのでしょうか。その前に色というものを単純に赤や青と呼んでいなかったか考えてみましょう。ピンク、水色といったものを色と呼びますが、色を名前で区別して使うと、色を豊富に使えなくなります。色には色相、彩度、明度という代表的な色の3属性と、これで作られるトーンとバリューという概念があります。これらを十分に理解した上で、状況に応じて調整する練習を必ず行ってください。私は光の理論の過程を経て作られた色味の方が、より多様で豊かな色を活用できると思っています。それでは本格的に色の勉強をしてみましょう。色を色で呼ばずに正確に使うためには、色の3属性を知っておく必要があります。色の3属性は、カラーホイールで直感的に確認できます。カラーホイールの円盤に当たる部分は色の色相で、三角形から縦軸に移動するジッターは明度、横軸に動くものは彩度を調整でき、これらを調整して好きな色を選べます。このように特定の色の彩度と明度を含む集合を色調、よく使う言葉でトーンと言います。トーンは明度と彩度が 100% の純色から無彩色の白と黒まで3つの角を持つ三角形で書かれています。これをトーンチャートというものから単純な形容詞で確認できます。例えば、最も鮮明な色がここにあり、これを右に動かすほど彩度が高くなり、上に動かすほど明度が高くなるように、色を様々なトーンに分けられます。そのため、ピンクという色の名前は、赤の色相を持つ色の中でも明るい色相、あるいは薄い赤というのが、より正確にトーンを説明できます。絵においてトーンの豊かさとは、この三角形をどれだけ幅広く使えるかです。そのため、色が三角形の特定範囲内で、特定のトーンを中心に描かれた絵は、トーンがやや単調になります。色はトーンに直結しているので、この三角形を均等に使う練習が必要です。光によって変わるリアルな色とは別に、このトーンをできるだけ広く使用することが、色味を豊富にするためのポイントです。低彩度の色を避ける方が特に多いですが、意外と低彩度の色の方が原色より扱いやすいので、私の講座の内容を参考にして、低彩度の色も使う練習を行ってみてください。ちなみに、私はツナというペンネームを使っていますが、泳げません。たまにカラーホイールの代わりに、カラーピッカーを使う方もいます。どちらも色を選ぶ機能ですが、違いが気になる方がいると思います。二つのうち、どちらが彩色に向いているでしょうか。
彩色のためには、色の3属性を自由に調整する必要があります。カラーホイールは、ここにある円盤から、好きなトーンと色相を選択し、明度と彩度の値を、縦横に動かして、直感的に調整できます。何よりもこの色相が輪の形になっていること自体が色相で知っておくべき隣接色、あるいは補色という概念を確認するのに便利です。そのため光の説明の時にカラーホイールを用いて色がどのように変わるのか直感的にお見せしました。また、色の中から明度と彩度が 100% の純色、そして彩度が 0% の無彩色を白と黒に分けて三角形になるのが色の理論に最も合っています。カラーピッカーではそれぞれの軸を持つ正方形で書かれているので、三角形よりも選びやすいと思っている方もいますが、カラーピッカーの下の方にあるこの部分を動かすとこのように彩度が変わります。明度が 0% なので、彩度が 100% と 0% の時は同じ色相の値になります。そのためこちらの座標は動かしても色が全く変わりません。数値上では色が 100% になりましたが、明度が0なので同じ黒です。色を選ぶ過程で不要な座標ができるのです。地球儀を平面に広げたような感じになります。だからといってカラーピッカーが間違っているとは言い切れません。カラーピッカーは特定色のデジタル値、数値を見ながら選ぶ場合に最も直感的です。色を比較したり特定の値を入力することはデザインや印刷において非常に大事です。そのため、私たちが色の理論に従って、色の色相、彩度、明度の値、トーンを直感的に調整して変えるには、カラーピッカーよりカラーホイールの方が効果的です。要約すると、彩色をするときはカラーホイールで、色を調整する方法を学ぶ方が良いです。Photoshop は本来、編集と補正に特化したツールで、CS6 まではカラーホイールがサポートされていないので、参考にしてください。最後は、色で最も重要であると言える、バリューについてです。こんにちは。今回はデザインのシルエットの輪郭線よりも小物の配置をもとに対象を強調する方法と連結、分離させる方法を学びましょう。今回がこの講座で取り上げるキャラクターデザインの原理についての最後の時間です。キャラクターデザインの中でもディテールを扱うので、今まで学んできたキャラクターデザインを仕上げる上で必要な内容になります。今回の内容も楽しんで学び、作品に活かしてみてください。前回までデザイン理論をゆっくり学習しつつ、キャラクターデザインを作ってみました。この状態からスケッチを仕上げる前に、単純化させる部分と強調する部分を再度修正する必要があります。単純化という言葉を聞くと、頑張ってデザインしたのになぜ単純化するのかと思うかもしれません。しかし、デザインは足すことより、引くことの方が多方面で効果的なことが多いので、デザインを進める過程で、複雑な部分をグループ化して単純化する作業が必須です。キャラクターデザインは最小限の要素で記憶に残りやすく伝わりやすいデザインにすることが求められます。このキャラクターは単純化されており、直感的に見えるアイテムに紫のツインテール、ヘッドセット、羽があります。全体的に服はシンプルで、パーカーと白いズボンを履いています。キーワードが直感的で、デザインもシンプルであれば、見た人がそれぞれ自分のスタイルに適用するときに連想しやすく簡単に適用できるようになります。このキャラクターは、スコドというサービスからインスピレーションを得て書いたものです。様々なゲームキャラクターに、このキャラクターの要素がより簡単に適用できるよう、できるだけデザインを単純化しました。小物が多すぎたり、過度にディテールが集中しているデザインは、書く人と見る人の間に壁を作ります。キャラクターデザインで見せたいものが多すぎて、あれこれと足してしまい、デザインの特徴が増えるにつれて、それぞれの要素の重要性が低下して、デザインが複雑になり、伝達力が下がります。書く人は面白いかもしれませんが、見る人はデザインを簡単に理解できないので、コミュニケーションに壁が生じます。キャラクターデザインは、一つのものにディテールを加え続けるのは、いい方法ではありません。3つほどの最小限の重要な要素だけを残して、それらを単純化して強調し、効果的に活用することが大事です。単純化だけではデザインが退屈になるので、強調する方法も同時に考えます。では、単純化と強調に必要なものを見ていきましょう。一つ目は反復を用いる方法です。同じパターンや形態の構造が繰り返し表現されると、デザインに統一性が生まれ強調されます。会話で例えるなら、壇上で同じ言葉を繰り返すようなものです。色や形態のような、キャラクターデザインでシンボルのように使われているものを全体的に繰り返し見せるといいです。色なら原色や白、または黒などの単純な色がいいです。ロゴなら単純で記号のようなものがより直感的です。このキャラクターは、ピンタレストのロゴに使われている画鋲をモチーフにしたものです。画鋲の上の部分と、臼のような真ん中が凹んでいる円柱の形がデザインで繰り返されているのがわかるはずです。このキャラクターも丸いものをデザイン全体に繰り返し使うことで、自然とこのキャラクターのキーワードやデザイン要素が強調されています。
比率を強調するのも効果的です。大きさが微妙に似た個体が集まると、全体的に安定感が生まれ強調されません。対象を大きくできないときは、その対象を除く他の小物を小さくし、全体的な比率を調整する方法もあります。このデザインは最終的に、こうなりました。デザインが狙い通りに強調すべき部分は強調され、単純化すべき部分は単純化され、私が伝えたかったデザインを簡単に認識できます。このようにデザインの単純化や強調を用いて、全体的な構図をラフにしたら、デザインの仕上げの段階に移ります。ここからは小物をつなげたり分離したりして、可読性を高めます。形態と形態、構造と構造、色と色、ディテールとディテールの間を自然に見せるためには、間にクッションを入れる必要があります。このクッションのことをトランジションと言います。トランジションは、2つ以上の要素がぶつかった時に、これらを自然につなげる装置のことです。色なら単純に中間色を入れればいいですが、デザインでは、立たない構造的な装置が必要です。キャラクターデザインに使える、トランジションの種類をいくつか紹介します。一つ目はレイヤリングです。激しい凸凹や鋭い角の部分に、小さな層を追加する方法です。例えばこの分厚い上着と手の間の空間があまりにも大きいようなら、意図的に間に1枚服を挟んでトランジションを入れます。何かをデザインに交差させる方法もあります。ここにある絵は、差が大きい個体と単純な個体がぶつかっています。黒と白がぶつかるときは、黒の要素を白の方に入れます。チェーンやボタンのあたりで確認できます。灰色と白が単純に離れている部分では、灰色の境界線の後ろに白を少し入れて、自然に交差させます。茶色と黒がぶつかるときは、茶色側に黒のラインを追加して交差させ、不自然に離れないようにできます。ジグザグの模様があるときは、これらをグラデーションで処理したくないなら、茶色を黄土色の方に入れることで、自然に色を交差させられます。右下の絵も同じです。黒と白があるときに、黒のアクセサリーを白側に入れて、2つの個体をつなげています。色の差が大きいときや、中途半端にくっついているときは、近くの色を使って確実に分離させるといいです。ラインや模様を入れるのが嫌なら、首元の絵のように穴を活用すると、自然に層ができて、レイヤリング効果に加え、色も自然に交差させられます。この絵のオレンジの部分も、穴から中の色が見えて、自然に色が交差しています。反対にディテールの差が大きい場合は、グラデーションなどでディテールを全身的につなげることもできます。例えば白の服と黒のズボンは、こんにちは。イラストレーターのりのつなです。コロソから良い機会が与えられて、皆さんにお会いできて嬉しいです。私について紹介しますと、今は様々なプロジェクトで、キャラクターデザイナーとして働いていて、色々なものを擬人化して、キャラクターを作る連作を書いています。その他、お絵描きチュートリアルから、ダイナミックドローイングまで多くの作法書を執筆しました。またアルテウムというアカデミーで人体ドローイングとイラストの講座を行っています。今回のコロソ講座では、私がイラストレーター講師として働きながら身につけたキャラクターデザインの内容を中心に、私が作業しながら気をつけている部分や、お教えできるノウハウを説明します。大きく分けてドローイング、カラーリング、デザインについて勉強し、その後、実際に作業しながら勉強した内容が、どのように活用されるか、実習を通して、より詳しく学んでいく予定です。本作業では、どのように書くか、私が普段作業する手順に沿って、講座を進めていく予定です。私はここに書いているように、スケッチから絵が出来上がるまで、例外的な状況を除けば、いつも同じ方法で作業をしますが、ある程度作業手順が分かれば、絵を描くことを難しいと感じることなく、どんどん次のステップに進んでいけるようになります。そして講座の最後の段階で、私は勉強をしていた頃の心構えや、キャラクターデザイナーとして働く方法、またはフリーランスで働く際に知っておくべきことなどをもう一度説明します。講座のレベルは、初めて絵を描く方にも難しくないように、全体的に必ず必要な内容だけを理解しやすくまとめました。私はデザインを初めて勉強した頃には、体系的に勉強したというよりは、実際に作業する上で大事なものと大事ではないものを分けながら勉強をしましたが、各パートでは必ず知っておくべき内容や、私なりのノウハウを説明します。実際、作業をする段階では、説明しきれなかった内容について、その都度、追加で説明できればと思います。その代わり、何回繰り返して主張しても、役に立つ内容になるよう、できるだけ詳細に説明しますので、後で練習しながら、講座をぜひもう一度視聴してください。そして講座を視聴する際の注意点としては、彩色テクニックや補正などイラスト作業をするときに、私はフォトショップを使います。他のソフトを使う受講生の方でも、大きな問題はないと思います。